はい、どうもこんにちは、松田ひかるです。いつもはピッチャー松田ひかるとして出てるんですが、今日はバッター松田ひかるとして、松田のバッティング理論についてちょっと解説していこうと思います。本日のメニューとしては、自分が高校時代スイングスピードがめちゃくちゃ速くなった練習法、そしてティーバッティング、フリーバッティングして、最後にはもうこれが一番大事、これさえ守れば打率がすごく上がるっていうものを紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。どうぞ。まずは僕が実際に高校時代にやってスイングスピードがめちゃくちゃ速くなったっていう練習を紹介したいと思います。それはこれです。まずマスコットバットとか、普通のバットとかあると思うんですけど、マスコットバットはまずは振る力をつけるバットなんですね。振る力がない子はマスコットバットなどを使って筋力をつける。で、ある程度筋力がもうついてるよ、振る力があるよっていう人に関してはこれです。軽いバットを振る。で、本当は自分の使うバットのだいたい 10% ぐらい軽くしたバットがなんかいいっていう話も聞いたことあるんですけど、僕は高校時代、先生がカラーバットを振れずっと言われてたんで、カラーバットを振ってました。で、これなんでこれがいいかっていうと、筋肉に速い動きを覚えさせるという練習です。で、マスコットバットって力がつくですが、やっぱりスイングスピード遅いですよね。で、それに慣れて普通のバット振るからスイングスピードが速く感じるんです。これはもう本当に速いスイングできるんで、それを筋肉に覚えさせてスイングスピードを速くさせるっていう、ただこれを振るだけの練習ですが、これめちゃめちゃおすすめです。僕は一番バッティング練習で目に見えて変わったなっていうのもこの練習ですね。ぜひ試してください。はい、では僕がティーバッティング打つ時に気をつけていること、意識していることについて説明します。僕はティーバッティング打つ時にフルスイングしません。本当に軽く打って、ボールとバットの入る角度、これだけを常に意識して打ってます。なのでバックスピンがかかるようにちょっと切ったような打球を打つように意識しています。本当軽く打って、バットとボールの角度だけ意識して、自分のイメージしたボールの軌道に対してイメージ通りにバットが出せてるかずれてないかっていう確認をティーでは常にしています。はい、続いては、僕が試合前必ずですねやっている練習を紹介します。トスバッティングをノーバウンドで返すっていう練習なんですけど、どうしてもゴロを打とうとすると多少ズレが大きくてもワンバンで返るんですね。なので本当に自分のボールの軌道のイメージと出してるバットのイメージが合ってるかっていうのを確認するためにノーバンで返します。はい、これなんですけど、捉えてライナーで返すっていうよりは、こういうバックスピンをかけて打球を切ってスピンをかけてピッチャーに返す。で、本番もこのイメージで打つとやっぱりいい角度で打球飛んでいくんで、その確認を兼ねた練習です。自分の感覚とイメージが、そして動きがずれてないか、それを確認する。試合直前にやると自分の状態修正しやすかったりすると思うので、イメージと体の動きが合っているか、試合前にこれで確認しています。はい、じゃあフリーの方打っていきたいと思います。で、ピッチャーは崎村君が投げてくれるんで、ちょっと打ちながら説明していきたいと思います。お願いします。構えですね。構えのこれ
なんでやってるかっていうのを説明してなかったので、ここで説明したいと思います。人間右利き左利き関係なく股関節の働きって違うらしいんですよ。で、左がアクセルで前に行こうとする。で、右がブレーキ、後ろに戻そうとする力が強いみたいなんですね。なので右バッターでも左バッターでも左を軸に回った方が回転が速いっていう話を聞いたことがあって、僕は右バッターなので前足の方ですね、こっちの方で回るイメージを持ちたかったので、バットを右の肩に乗っけてこうやることによってバランスを保とうとするとちょっとこう傾くんですね。で、この傾きのまま構えたら重心がこっちに乗ってると。で、この形を作ってやって打つという意味でこれやってます。で、もちろんこう回してるのは右手、僕バッティングは後ろの手の方が大事だと思ってるので、後ろの手をなるべく力入らないようっていうのも意識してこういう動きをしています。今インコースうまいこと回れましたね。でですね、基本は、真ん中一番強いスイング、自分の力の入る形でスイングをすると。で、その形を僕は崩したくないので、球種コース、球種は手の力の入れ具合でバットの軌道を微妙に変える。で、ライズだと思ったら構えた時の上の手、こっちに力を入れてヘッドがこう軌道が少しでも上向くように、イメージして捕まえに行きます。で、逆にドロップの場合は下の手、こっちに力を入れてヘッドを落としていくイメージで打っています。で、コースは基本は後ろ足の膝ですね。ここを自分の打ちたいポイントに合わせていく。で、基本は真ん中から外はもうこの形で打つんですけど、やべえインコースと思ったら後ろ足を回してやるんですよ。そうすると手を使わないでもバット勝手にこう前に出てくるんで、よく言われるこのインコースは前でアウトコースは後ろで、こういうラインを同じタイミングで後ろ足の回し具合によって作れるっていう。そのインコースだから速く、アウトコースだから遅くってやるとどうしてもズレが大きくなってしまうので、自分が打つポイントはもうここ決めて、インコースだったら回すでこういうラインを作るように打っています。宇宙間にいい打球飛んでますね。今のはボールが良かったら完全に入ってるんですけど、今のはインコースだったんでやばいと思って後ろ足を回すイメージで打ちました。で、基本的にやっぱり低めは角度が出しにくいので、フライを上げたい場合はゾーンを上げることを意識するといいと思います。今のもライズじゃないんですけど高めだったんで上の手意識して打ちました。今のはちょっと低めでドロップ系だったんで左手意識して打ちました。高さ変化に対して右手左手の力の入れ具合で変えていく。で、他は基本は動かさない方が、変えない方がいいと思います。こういう感じですね。今の見ました？これホームランですよ。今のも
なんであんな泳いだ感じのが飛ぶかっていうと、膝の向きと体重をこっちに寄せてるんで、インパクトの時に体重がしっかり乗ってるんですね。だから打球飛びます。完璧ですね。インコースって距離ができないから打つの難しいんですよ。ここの距離を作ってやって打つ。あ、めちゃくちゃうまく打てた。見ました？いや、むちゃくちゃうまく打ってますね。インコース好きなんですよ。くるっと回ったら入るんで。あー、なるほど。今のだいぶこすってるんですけど、今のでも入ります。見ましたか？今のも右手で最後こう押すっていうイメージで、なるべくヘッドが上行くように。実際はヘッドこんな上がんないんですけど、でもイメージとしては上げるイメージで打ってます。で、自分のイメージとしては、泳ぐのは OK、 差し込まれるのはダメっていうイメージで打ってます。これなぜかというと、プロ野球とか見ててもこういうホームランってあるじゃないですか。前に行って手が伸びちゃって、でも体の回転でボールが飛ばせる。でもここで当たっちゃったら、もうこっから押す力でホームランって絶対打てないんで、僕はずれるなら前にずれた方がいいと思って打ってます。おっしゃー。はい、逆方向にもあれぐらい飛距離は出ます。で、その T と、前から来たノーバントスでボールのちょっと下を打って回転をかけるっていう意識をこうずっとつけてるので、フリーの時にもう無意識でもそこに入る、ように打てています。はい、今実践しましたけど、最後のとっておき、これをすれば打率がぐんと上がるっていう、ここで教えてしまいます。今までは、打ち方、どう打つかっていうのを教えてたんですけど、一番大事なのってどれを打つかなんですよ。何言ってんだって思った人は、打席に立てば、ピッチャー投げて3球から6球1打席、投げてくれるんですね、ピッチャーが。3球三振が一番速くて、2ストライク3ボールからフォアボールとか三振とか振らなかったら、その中で自分の打てる球をちゃんと振りにいけるか、そしてそれをちゃんと打てるかっていうのが一番結果に直結するので、その自分の、インコースが好きだ、アウトコースが好きだ、高めが好きだ、低めが好きだってあると思うんですけど、自分の好きなゾーンに来た球をしっかり打つ、これが一番大事なんですよ。形にこだわって打つよりも、どの球を打つか選んで、この球なら打てるっていうのが、打率に一番直結します。で、鳥山選手言ってたんですけど、ライズ系の高め、ドロップ系の低めっていうのは相手の得意球なので、そういうのはチームに1人天才か変態がいるんで、そういうバッターに任せて、もう自分らはもう打てる球が来たらそれをしっかり打つっていうことだけを意識して、打てば打率ぐーんと上がると思います。で、バッターボックスの立ち位置とかバットの長さとか、そういう社会人で変えたことは、以前の動画で、実は話しているので、興味がある方は、それを見てもらうと、嬉しいです。はい、いかがだったでしょうか。打ち方、ああだこうだ言ったんですけど、練習はあくまで試合に結果出すための準備なので、しっかり意識だけして、内容のある練習をしてもらうといいと思います。あとは形にこだわらずどれを打つか、これ本当に大事なことなので、それを意識して、打席で、打ってもらうといいと思います。この動画参考になったりいいなと思った人は、いいねボタン、そして
チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたねヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。Let's enjoy softball!